はしゃぎすぎ。巡察に同行してるんだってこと忘れないでね。まあ祇園祭りも近いしね。町が浮き立ってるのは僕も否定しないけど、でも上位派老師たちの動きが怪しいのは本当だから、僕たちから離れて勝手に動くのだけはなしね。そんな雰囲気の人ならしばらく前にそこのマス屋さんで見かけたよ。貴様ら浪人か。手取りなら判明を答えろ。ああ、よりにもよってこんなところで騒ぎを起こすなんてね。坊ちゃん、そこの坊ちゃん、巻き込まれんよううちの店へ入りや。へえ、そうどす。キエモンさん、このガキさっきまで新選組で起きたと一緒にいたぜ。新選組だと逃げろ。君って本当に運がないよね。ある意味こいつらも僕もだけど。そんなに怒ることないじゃないですか。僕たちは長州の患者を捕まえてきたわけだし。怒ることではない。沖田君は面白いことを言いますね。増谷喜右衛門と身分を偽っている人間は長州の患者である古高俊太郎だった。我々新選組はその事実を知った上で彼を泳がせていた。
違いますか？その通りですけど、でも捕まえるしかない状況だったんですよ。ま、宗司の言う通り、ある意味では大手柄だろうな。でも古高を泳がせるために頑張ってた島田君や山崎君に悪いと思わないわけ？東堂君のお気持ちもありがたいが、我々のことはあまり気にせんでください。私らも古高に対して手詰まりでしたから、沖田君たちが動いてくれて助かりましたよ。古高捕獲はすでに済まされた事柄です。その結果に不満を述べるつもりはありません。お前ら殊勝な奴らだね。それに引き換え宗司は。君への監督不行き届きは誰の責任ですか？一番組組長が監視対象を見失うなど、全く情けないこともあったものですね。外出を許可したのは俺だ。こいつらばかり責めないでやってくれ。土方さんが来たってことは、古高の拷問も終わったんですか？風の強い日を選んで京の都に火を放ち、あわよくば天皇を長州へ連れ出す。それが奴らの目的だ。町に火を放つだ。長州の奴ら頭のネジが緩んでるんじゃねえの？それ単に天使様を誘拐するってことだろ。そんなお掲げてるくせに全然敬ってねえじゃん。何にしろ見過ごせるものではない。奴らの会合は今夜行われる可能性が高い。てめえらも出動準備を整えておけ。了解しました、副長。よっしゃ、腕が鳴るぜ。それから高堂さんの件だが、長州の者と松屋に来たことがあるらしい。動ける隊士が足りていない。近藤さんの隊は10名で動くそうだ。俺ら土方さんの隊は24人だったが、隊士の半分が腹痛って笑えないよな。
そういえばあいつらは使わないの？夜の任務だしうってつけだと思うんだが。お前らが減らしたけどまだ何人か残ってるはずだろう。しばらく実戦から遠ざけるらしい。調整に手間取っていると聞いた。血に触れるたび俺たちの指示も聞かずに狂われてはたまらん。奴らも浮かばれねえな。戦うために選んだ道だろう。サノ、浮かばれないという表現は死んだ者に対して使うものだろう。ああ、別に死んでねえよな。むしろめったなことじゃ死なねえし。ん？雪村君、こんなところで何をしているのかね？なるほどな。君の気持ちはよくわかる。討ち入り前でみんなも高揚しているしな。どうかね、君も一緒に来るか？伝令役になってもらえるとありがたいんだが、もちろん君に無理はさせん。こっちが当たりか。まさか長州藩邸のすぐ裏で会合とはな。僕は最初からこっちだと思ってたけど、奴らは今までも頻繁に池田屋を使ったし。だからって古高が捕まった場にわざわざ普段と同じ場所で集まるか？普通は場所を変えるだろう。常識的に考えじゃあ奴らには常識がなかったんだね。実際こうして池田屋で会合してるわけだし。どうだった？会津藩とか諸子代の役人まだ来てなかった？日暮れ頃にはとっくに連絡してたってのに、まだ動いてないとか何やってんだよ。落ち着けよ平助。あんな奴ら役に立たねえんだから、来ても来なくても一緒だろ。だけどさ、新八さん、俺らだけで突入とか無謀だと思わねえの？さすがにこれはちょっと遅すぎるな。近藤さん、どうします？これでミスミス逃しちゃったら無様ですよ。雪村君、少し池田屋から離れていてくれるか？ここは危険だ。老子が降りてくるかもしれん。
と逃がすつもりはないがね。会津中将お預かり浪士隊新選組、戦議のため宿内を改める。わざわざ大声で討ち入りを知らせちゃうとか、すごく近藤さんらしいよね。いいんじゃねえの。正々堂々名乗りを上げる。それが討ち入りの定石ってもんだ。自分をわざわざ不利な状況に追い込むのが新八さんの言う定石。御用改めである。手向かいすれば容赦なく切り捨てる。手が足りねえ。誰か来いよ。おい、誰かいねえのか。大丈夫か宗次。死ぬなよ平助。君が来たのか。他の大使は何をやってるんだ。すまんが宗次を見てやってくれるか。2階にいるのは宗次と老子が1人だけだ。宗次に限って負けはせんだろうが敵図を追うかもしれん。敵も相当の手だれだ。貴様の腕もこの程度か。さて、そろそろ帰らせてもらおう。いらぬ邪魔立てするのであれば容赦せんぞ。悪いけど返せないんだ。僕たちの敵には死んでもらわなくちゃ。
いい子だね。後でいっぱい褒めてあげる。こしゃくな。お前も邪魔立てする気か。俺の相手をするというのなら受けて立つ。あんたの相手は僕だよね。この子には手を出さないでくれるかな。愚かな。その負傷で何を言う。今の貴様なぞ盾の役にも立つまい。黙れよ、うるさいな。僕は役立たずなんかじゃない。会合が終わるとともに俺の務めも終わっている。くそ、僕はまだ戦えるのに。そういえば、なんでだろう。僕にもよくわからないけど、でも次はちゃんと殺さないと。
まあピンからキリまで大小様々だな。辻斬りや追いはぎはもちろん、食い逃げも捕まえるし喧嘩も止める。商家を脅して金を奪おうとする奴らも俺ら新選組が取り締まってるよ。よう、親父さんの情報なんか手に入ったか？んな暗い顔すんなって。今日がダメでも明日がある。そうだろ？ねえ新八、そっちはどうだ？何か異常でもあったか？いや、なんも。けどやっぱり町人たちの様子がせわしねえな。戦火に巻き込まれまいと今日から避難し始めてるってことか。長州の奴らが今日に集まってきてんだよ。その関係で俺らも警戒強化中ってわけだ。池田屋の件で長州を怒らせちまったからな。仲間から犠牲が出れば黙ってられないだろう。今日の人間は幕府嫌いだから仕方ねって。どちらにせよ俺たちは俺たちの仕事をする。長州の連中が今日に来ても追い返すだけさ。対長州か。もしかすると近いうちに上から出動命令が出るかもしれねえな。そんな機会めったにないだろうな。せっかくだからお前も出てみるか？